今回は三重県菰野町の八風キャンプ場に来ました。いつも通りのソロキャンプは美味しいランチを食べて、おやつも食べて、ちょっと川遊びもして全力で楽しんだので、のんびりお昼寝をしました。こんにちは、まるみです。今ソロキャンプに来てるんですが、昼寝をして爆睡してました。寝てる間に結構暗くなってきたので、これから焚き火を楽しみたいと思います。今日はワークマンの新しい焚き火台。これね、一目惚れしたからね、使うのめっちゃ楽しみ。入ってるのは本体と五徳とロストルかな。網外すトング、こういう形ね、あってで、ここを組み立てはね、単純なんだけど、意外と力がいるかも。ここを引っ張るのに OK。 薪はね、横には1本は入らなそうだね。ロストルをこうするのかな。で、五徳はここにかける感じ。いいじゃない、いいじゃない。バーベキューとかもしやすそうだし、横にも穴開いてるから風通しいいし、良さそう。よし、薪割りしよう。あんな感じで1本は斜めに入れてギリ入らないぐらいだから、細かめに薪割りします。硬い。今日は久々に朝縄と木のモフモフとで着火をしようと思います。着火剤あるんだけど、今日はね、夕飯がそんなに時間がかからないというか、お昼ご飯の残りをアレンジしてだから、全然ね、ご飯作るものもなくて、なので焚き火をね、のんびり楽しもうかな。あとは涼しくなってきたしね、ゆったりと楽しめそうです。こんだけモフモフがあれば大丈夫でしょう。久々に作る。ちょっとナイフ研ぐのサボったからかな、今日は。今日はちょっといつもより下手かも。キャンプって面白いなって思うのが、ワンタッチテントで、カップ麺で、カセットコンロで、サクッと楽しむこともできるし、私はやったことないけど、人によってはブッシュクラフトで、めっちゃかっこいい楽しみ方もあるし、ナイフ1本でキャンプ来たぜ、みたいなこともする人もいるし、あとは私みたいに車中泊キャンプ率が高かったり、テント張らずにタープ泊の人もいるし、これちょっとうまいんじゃない？焚き火1個にしてもね、そもそも焚き火しない人もいれば、こうやって、なんだっけこれ、この木削ってやったりとか、ファイヤースターターで火ペッてシャッてつけたりとかもいれば、着火剤でサクッとつけたりとか、その時の気分とかね、その時のテンションとか、持ってる装備とかで楽しみ方がほんとね、いろいろあるからいいよね。
ほんと飽きないな私めっちゃ飽き性だからすぐ新しいもの欲しくなるし、だけど全然キャンプは飽きないんだよね。まあすぐ新しいテント欲しくなったりとか焚き火台欲しくなったりとかそういうのはあるんだけど、キャンプ自体はもう3年半ぐらいやってるけど全然飽きないそして全然上達しない。一旦もうこれでよし、やったるで。目指せ一発着火。いっぱい削って緊張の一瞬。あー惜しいね。おお、いったんだけど、ちょっと消えないで。お、いける頑張れ。お、火は生きてる。ちょっと私うまいんじゃない？十分自分は頑張ったので、よいしょ。よいしょ。これで安心安泰。今のんびり焚き火してたら時間が溶けてる。気づいたらもう1時間近く経ってた。ちょっとそろそろ夕飯にします。虫がね、まだやっぱり夏の終わりはいっぱいいる。森林法ちゃんと火ついた。トルティーヤ。あ、やばい、一瞬で焦げた嘘でしょ。ちょっとショックなんだけど。熱いマジかよ。ショック。やばい。お昼に作ったトルティーヤを温めます。やばい。あれが入っちゃう。オッケー焦げたけどオッケー。ちょっと見栄え良くするために焦げは内側に入れよう。葉っぱ、いいじゃん。それっぽくてよくないね。いただきます。おいしい。やばい、液体垂れてきてる。やばい。でもね、美味しいよ。シリコン感がちょっとね、水っぽすぎるのは厄介かも。でも美味しい。
マジで食べ方が汚すぎる。シリコン缶の汁気があんまりいかないように気をつけて盛り付けます。ちょっとボリューミーかな。だいぶボリューミーだけど美味しそう。ごちそうさまでした。食べるのめっちゃベタベタして大変だったけどめちゃくちゃ美味しかった。よし、じゃあ晩酌の準備をするんだけど、ほっといたら鎮火してた。おつまみ作りしたかったのに焚き火が鎮火してらっしゃるわ。冷凍枝豆、セミがねどんどん私に立ち向かってくる。怖い。ざっくり火が通ったら、じゃん、ペペロンチーノのパスタソース。中の身だけ取り出して食べちゃうと味全くしないんだけど、皮ごとかじりついて中の身だけ出すとね、ペペロンチーノ味の枝豆になってめちゃくちゃ美味しい。このおつまみね結構好きで定番メニュー。今日豆だらけだな。オッケー。うわ、レモンサワーの素忘れた。嘘。忘れた。本日は炭酸水だけ。マジか。ショック。じゃあ乾杯。美味しい炭酸水です。もう売店やってないしな。うわ、ショック。枝豆はめっちゃ美味しい。だからか逆に飲みたくなる。今日は車で寝るので車内で二次会を開始します。ノンアルだけど、なんだろう思い込めばレモンサワー。最近ね車中泊率がめちゃくちゃ高いんだけど、なんでかというと暑さでテントを立てる気がしなくて、なのでね、これから秋冬はテント泊が増えるんじゃないかな。でも秋冬こそ車の中の方があったかいんだよな。矛盾。今ね時間が10時20分なので、ここのキャンプ場はね一応9時半ぐらいからお静かにということで、なので結構周りもねもう寝静まってるので、私も今日は早めに寝ます。今回はちょっと忘れ物多発して、でもねなんとかね工夫を凝らして乗り切れました。一応ねチェックリスト作ってるんだけど、例えばケチャップとかそういう細かいのまでねリストに入ってなかったんで忘れましたね。そんな時もあります。なんかちょっと油断しすぎたというか、こんなでいいだろうってぽいぽいね適当に入れてたら足りなかったのも何個もあったけど、まあまあ楽しかったんでよしとします。ではおやすみなさーい。
おはようございます。やばい、雨降ってるっぽい。あの辺びしょ濡れになっちゃう。タープのね、あそこ絶対ね、水たまりできる。やばい。今急いで直してきました。やっぱ外にあったのは濡れてましたね。あと森林港にセミがまだくっついてたので頑張って追っ払いました。タープはね、水が若干溜まってたので下に下げて水を抜きました。風通しは悪くなるんだけど、今日思ったより寒くて、夜中ね、寝袋出して寝るレベルだったんで、まあ風通し悪くても問題ないかなと思います。チリコンカン作りすぎたな。持って帰って家でも食べよう。だいぶはみ出てる。いい感じいい感じ。香りもね、すごいバターのいい香り。あ、美味しそう。オッケーオッケー。完成。具だくさん。いただきます。食べたいけど暑くて持てない。おー、美味しそう。めちゃくちゃ美味しい。チリコンカンってすごいね。ご飯にもパンにもトルティーヤにも何にでも合うわ。まあチリパウダー入れてないから本当のチリコンカンではないんだけどね。ひき肉と豆のトマト煮みたいな感じ。なんならパスタにも良さそう。ミートソースみたいな感じで。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです、朝から。で、チェックアウトまでね、まだ若干時間あるんだけど、そろそろ撤収しますか。ちなみに食器はもう洗わずに全部袋に入れて持ち帰って家でまとめて洗います。
やばい、濡れる。もういきなり雨降ってきた。結構降ってるな。びしょ濡れだけど袋ないからもう直で車に積み込みました。ちょうどね、ユージャックからね、ドライバッグが出てもらったからね、車に積んどけばよかった。そしたらね、こういう時助かるもんね。ショック。雨が止んだのでチェックアウトのファイルを返しに行きます。結構ね、受付まで歩くので頑張って歩きます。チェックアウト。ではこれから帰ります。今回は大きなミスはなかったんだけど、ちょっと忘れ物を連発しましたね。ちょっとね、キャンプいっぱい行って慣れてきたからといって油断したみたいです。忘れ物あっても、テントとか車とか泊まる場所と寝る時の、マットとか寝袋、特にね、冬はね、死ぬからちゃんと寝袋を持ってきて、この2つあれば最悪なんとでもなるかな。例えば焚き火台忘れたら焚き火しなければいいし、調理道具忘れたら食材生で食べればいいし、なんでね、この2つがあればとりあえずキャンプはなんとかなるんだなと思います。今回ね、雨絶対降らないと天気予報的に思ってたらね、まさかの最後の最後にちょっと降って、ドライバッグね、持ってこなかったことは後悔です。なので家帰って急いでタープを干します。ちょっとね、車の中びしょ濡れにならないといいなと思いながら、ビニール袋もね、もっとたくさん持ってくればよかったなと、ちょっと反省です。それ以外は特に問題なかったかな。お酒飲めなかったのは後悔なので、またね、晩酌しに近々キャンプに行きたいと思います。ね、ちなみに今回来てるのが三重県のキャンプ場なんですけど、私住んでるね、愛知県で今ガソリン入れるとだいたい180円台なんだけど、岐阜とか三重だと場所によってはね、170円の前半とか結構ね、安いので、なんで帰りにね、ガソリンを入れて帰ろうと思います。岐阜とか三重に来るとね、毎回そうやってちょっと安いガソリンを入れて帰るっていうのが最近のルーティンです。嫌だよね、ガソリン高くてね。てな感じで、今回は大きな反省もなく、ちょっとした忘れ物程度でね、済んだからよかったです。あと、今回ね、やっと夏の終わりを感じましたね。ここのキャンプ場、標高が多分300とかだから、下界に比べて、2度ぐらい低いかなぐらいなんだけど、夜ね、寝てる時結構寒さ感じて寝袋出したりとか、朝もね、全然そんなに暑いとかなくって、今は車の中ちょっと締め切ってるからちょっとムシムシするけど、外は全然風もあるから涼しいなっていう感じで、昨日ね、夜は最低14度まで落ちてたので、夏が終わって、もうそろそろ秋キャンプで、その先は冬キャンプになるので、ちょっとね、早く冬キャンをしたいですね。そんな感じで楽しかったです。では、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。そう、ここね、橋をここ渡るのがちょっと怖いんですよね。ドキドキ。ドキ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 。オッケー、帰りまーす。ツイッターとインスタグラムもやってるよ。